こんにちは。マレーシア・クアラルンプールにて整体院を開業しておりますアクザーと申します。この度は LINE アット WhatsApp ビジネスご登録いただきましてありがとうございます。今後はこのプラットフォームを使って、私が日々学んだことであったり、現場で実践して結果が出たことであったり、この情報を持っておくとより健康に早く近づいていくよねというような情報があれば、こういった、映像だったり文章であったり、時には音声だったりでお届けできればと思っております。もし情報が届いた際は一度でもいいので覗いてみていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。今回のこの動画ではですね、もしこれを見ていただいているあなたにどこかしらに痛みやしびれがある場合、その痛みやしびれを1秒でも早く、1日でも早く取るためにこのポイントを押さえておくといいんじゃないかというようなお話をさせていただきます。正直、例えば腰痛にはこのストレッチがいいですよとか、慢性的な肩こりはこれをやってくださいねみたいな動画って溢れてると思うんですけども、実際ご自身でそれをいろいろ試されてみてもなかなか変わってこなかったっていうような経験した方多いと思います。その痛みやしびれの原因というのは、その方の生活習慣だったり、食事だったり、睡眠時間だったり、運動頻度だったり、年齢だったり、メンタルの状態だったり、さまざまな要因が重なってその状況ということが起こっております。なのでこれをやれば全員良くなりますよっていうものがぶっちゃけないんですね。ただこの体の中にはたくさんの、関節や筋肉、血管、神経ありますけども、どこのポイントを押さえれば早く治るかっていうのはある程度絞れます。今まで勉強してきた中で、あれここってなんかめちゃくちゃ不思議な場所だよね、ここケアするといろんなことが良くなる可能性秘めてるよねっていうようなポイントがありますので、今日はそれについて、皆様にシェアさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速そのキーポイントとなる場所について説明させていただきたいんですけども、それがどこになるかっていうとですね、ここです。後ろにも書いてあるのが少し見えてると思うんですけども、ここ仙骨って言います。ご存知の方も多いと思いますが、この仙骨をケアしてあげると、特に腰痛だったり座骨神経痛だったり、首の痛みだったり、肩の痛みだったり、いろんな部位にここがキーポイントとなっております。ではなんで仙骨が重要なポイントになっているかっていうのを説明した上で、最後にそのセルフケアについて、実践していきたいと思っております。ただ、じらすつもりもないので、その仙骨のケアの方法なんですけども、まずお伝えすると、さする、揺らす、振動を加える、この3つのポイントを押さえて、ケアをしていきます。セルフケアに関してもそんなに難しくないです。全てシンプルなものでケアできますので、まずはこの仙骨について、解説していきたいと思います。では仙骨について簡単に説明していきたいと思うんですけども、この仙骨っていうのはまずこの背骨の土台の部分になります。骨盤の中央部に位置する骨になります。下部には、尾骨が連結しています。横から見たらちょっとこう前傾しているような、見にくいですね、ちょっとこうお辞儀しているような状態っていうのがいい状態になります。骨盤が例えば猫背になってしまうと、逆のお辞儀にこう頭が後ろに来るような形になってしまうので、こうすると腰痛の原因になったりしますけども、仙骨の正しい位置っていうのはちょっと前傾してお辞儀しているような状態っていうのが正しい位置になります。場所としてはこの背骨の一番下の土台にあたる部分になります。一番下の部分には尾骨っていうのが連結してるんですけども、この背骨の土台としては仙骨っていうところが支えていて、骨盤の中央部に位置する骨でもあります。西洋医学では仙骨っていうのは動かない骨とされていますけども、実際の生きた人間ではですね、この微細な動きというのがあります。これが歩行や呼吸、内臓のリズムにも関与するとされていて、力の伝達と吸収に重要なショックアブソーバーの役割をしていると言われています。仙骨は骨盤の中央部にあって、そのサイドには腸骨、
というものがあり、座骨、恥骨とともに骨盤輪というものを形成して、仙腸関節だったりその周りにくっついている靭帯だったりで体幹の安定性を司るキーポイントにもなっています。またこういった仙骨孔という穴がいくつか複数あるんですけども、そこから神経が出ていますが、これらの神経は下半身、あとは骨盤内の内臓、膀胱とか直腸とか生殖機能とか、そういったところを司る神経がここから出てきています。また先ほど仙骨って多少動くようになっているという話をしたんですけども、この仙骨をたどっていくと背骨があって、最終的に頭蓋骨が存在していますけども、この頭蓋骨の中には重要となる脳みそが入っていますが、その脳みそを保護する脳脊髄液という液体がこの脊柱管の中を循環しています。この仙骨が前後に微細に動くことで、その液体を循環させるポンプの役割をしているとされていますので、ここが硬くなると頭痛だったり倦怠感だったり集中力の低下などをもたらすとされていたりします。また特に重要なのが、ここは副交感神経、自律神経のうちの副交感神経リラックスを司る起点となっておりまして、ここが硬くなると排尿トラブルだったり便秘だったり性機能低下だったり、骨盤内の不調だったり自律神経失調の一因となる可能性もあるとされている重要なポイントになっています。これまでいろいろと体については勉強してきましたけども、やっぱ仙骨ってなんか不思議な部分でもあるんですね。例えば先ほど言った背骨の土台であり、骨盤の中央部に位置していて、東洋思想だったり武道の考え方でいうと聖火丹田の真裏に存在していたり、漢字で書くと仙人の仙の仙骨、仙人の仙であったり、英語で言うとセイクラムっていうんですけど、セイクラムの語源ラテン語で聖なる骨っていう意味が、セイクラム、英語で仙骨とされていたり、なんか不思議なポイントであるっていう匂いがプンプンする場所であります。解剖学的にも、非常に重要なポイントでもありますし、なんか東洋医学とか武道とかそういった分野でも仙骨っていうワードが結構聞かれたりします。じゃあどうやってここをセルフケアしていくのかっていうのについて、実践していきたいと思いますので、ぜひ動画を見たらですね、一緒にやってみてください。はい、では、仙骨のセルフケアについての方法を実践していきたいと思うんですけども、まずポイントとなるのが3つ、さする、揺らす、振動を加える、この3つの、優しいケアの方法で、仙骨を緩めていきます。強く押したりとか無理やりひねったりとかっていうセルフケアはしなくても十分仙骨っていうのは緩んでいきますので、まずはこのさするっていうところからやり方を説明していきます。シンプルです。ただただ仙骨を触ってさすってあげればいいだけです。このさするっていう行為が非常に、リラックスをもたらして筋肉や靭帯を緩めてくれる効果があります。昔から手当てっていう言葉があると思いますけども、痛いところに対して人間って手を当てるっていう反射が起こりますね。お腹が痛い時とかどっかぶつけた時ってそこを押さえると思うんですね。それで、お腹が痛い時なんか特にそうですけども、さすってあげると痛みって本当に緩和していくんですよ。仙骨に関しては腰痛がある方は痛みを感じる方もいるかと思いますけども、痛みを感じない方でもこうさすってあげることで、十分に緩ますことができます。ただ四十肩五十肩、肩が痛い方とかってこの姿勢が難しかったりすると思うので、難しい方は親指のここを使って仙骨に触れてスリスリとこうさすってあげるとこっちの方が楽かもしれないですね。こういった方法で仙骨の周りを30秒から1分ぐらいさすってあげてください。場所はですね、この尾骨、お尻の割れ目一番上のあたり、ポコッと触れる部分があります。この上に仙骨がありますから、そこを触ってスリスリとさすってあげてください。1番目のさするはとてもシンプルでどこでも実践しやすいので、ぜひやってみてください。続いて2番目3番目のポイントをお伝えしていきたいと思うんですけども、2番目3番目のやり方は寝ながらできますので、
ぜひ実践してみてください。用意するものはタオルです。フェイスタオル用意して、4回ぐらいに折ってください。1回、2回、3回、4回ぐらい折るとだいたいこんぐらいの大きくなります。厚みがこれぐらい。これを仙骨に当てた状態で仰向けで行います。これを仙骨に入れます。で、膝は曲げた状態で、肩幅ぐらいに足を開いてあげるとやりやすくなります。手はサイドに置いてリラックスして仰向けになりましょう。この状態から、今タオルを当てて仙骨っていう部分が意識が入っていると思いますけども、そこを起点に骨盤を左右に揺らしてみてください。で、この時あんまりこう力を入れて力んでほしくないんですね。左右にゆっくりと仙骨を起点に体を揺らしてみてください。そうすると今僕の上半身が揺れてるの分かりますか？頭まで揺れてくると思います。仙骨を起点に骨盤を左右に揺らすことで、背骨も一緒に振動して上までこの揺れが伝わって、頭まで、緩んでいきます。この動きをだいたい30秒から1分ぐらい続けてみてください。続いてもう3つ目いっちゃいます。3つ目、同じ姿勢から揺らすのが終わったら今度はお尻を上げていきます。そしてそこから重力の重みでドスンとお尻を浮かせてきてドスンと下ろす。これを5回ぐらいやってみてください。上げて自分の力でドーンと強くやるんではなくて、上げて重力で、骨盤の重みだけでドスンと。そうするとこう軽い振動が、仙骨周りに加わり、このお腹、特に、お腹の奥の方にある深部の筋肉にも振動が伝わります。で、先ほどの骨盤のこの左右の揺れを起こさせると背骨は左右に揺れます。今回のこのお尻を上げてドスンに関しては前後の振動が加わります。やっていただくと感じてもらえると思いますけども、非常に心地がいいので、なんかこんなんで本当にいいのかなと思うぐらい楽だし、やりやすいし、ただただ気持ちがいいので、ぜひ実践してやってみてください。いかがだったでしょうか。今回は仙骨にフォーカスをして、エクササイズの方法をシェアさせていただきました。老若男女誰でもできるような簡単なエクササイズですし、痛みが強い場合でも優しい刺激になりますので、実践していただける効果の高いエクササイズになります。1日何回やっても構いません。最低でも1回はやっていただきたいかなと思います。ただこれをやれば今ある痛みが一瞬にして和らぐというようなものでもないので、やはり歯磨きだったり顔を洗うだったり習慣化しているものと同じようにですね、エクササイズ自体も習慣化させて日々行っていくことでより効果が高くなっていきますので、ぜひこれを機に始めてみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。